皆さんのキッチンにもあるかもしれないあの可愛らしい星型のスパイス。今回はこのスターアニスが持つ驚くべき2つの顔について深く掘り下げていきたいと思います。ただの料理の風味付けだけじゃないんです。実はかつて世界を救った英雄でもあるんですよ。はい、いきなりですけど、かなり大胆な話から始めましょうか。このおなじみのスパイスがですね、かつて世界中をパニックに陥いた新型インフルエンザのパンデミックとの戦いで、まさに切り札に待ったんです。信じられますか？でもこの話には光だけじゃなくて深い影もあるんです。ほんのちょっとした見間違いが命に関わる悲劇を引き起こすかもしれない。そんな恐ろしい危険性もはらんでいるんですね。英雄の顔の裏に隠されたもう一つの顔、それにも迫っていきましょさて、まずは物語の主役を紹介します。学名はイリシウム・ベルム、本物のスターアニスですね。ベトナム料理のフォーのあの奥深い香りとか、インドのビリヤニの複雑な風味、その中心にいるのがまさにこのスパイスなんです。料理に魂を吹き込むと言ってもいいかもしれません。ここからがすごく大事なポイントです。この料理界のスターには見た目がそっくりな、でも猛毒を持つ双子がいるんです。その名前はイリシウム・アニサタム。日本ではシキミと呼ばれています。お寺とかで見かけるあの神聖な植物ですね。でもその実には非常に危険な毒が含まれているんです。で、その危険性の核心がこのスライドにあるアニサチンという毒素です。これ強力な神経毒でしてね、私たちの脳の中には興奮を抑える、ブレーキみたいな役割をする GABA 受容体っていうのがあるんですけど、このアニサチンはそのブレーキをぶっ壊してしまうんです。その結果どうなるか、全身が激しく痙攣したり、呼吸困難に陥ったり、本当に深刻な中毒症状を引き起こします。この2つを間違えるのがいかにやばいことかお分かりいただけるかと思います。ではここからは科学の出番です。まるで探偵のようにこの偽物の正体を暴くための科学的な調査の方法をじっくり見ていきましょう。そこで問題になるのがこれなんですよ。乾燥させちゃうともうプロの目でもパッと見では区別が難しいくらいこの2つはそっくりなんです。じゃあ私たちは一体どうやって本物と偽物を見分ければいいんでしょうか。その手がかりを探っていきましょう。こちらがいわば事件ファイルですね。無害なスパイスとその有毒な偽物とを区別するための決定的な証拠がここにまとめられています。これから特に重要なポイントを一つずつ詳しく見ていくことにしましょう。まず一番わかりやすいのがこの星の角の部分、袋化の形です。左側の安全な透視器は全体的にふっくらしていて、先端も比較的まっすぐですよね。それに対して右側の有毒な色味は先端がもっと鋭くて、鳥の鍵爪みたいに内側にキュッと曲がってるんです。この違いは肉眼でも確認できる大きなポイントです。次は香り。これもかなり有効な見分け方です。本物のスターアニスって独特の甘くてちょっとスパイシーなリコリスみたいな香りがしますよね。一方で偽物の色味はなんていうか小脳みたいなツンとくる薬っぽい不快な匂いがするんです。これはもう明らかに食欲をそそる香りじゃないですね。そしてこれが科学的に最も信頼性が高い決定的な証拠です。種子を顕微鏡でよーく見ると、付け根にシュチンっていう小さな跡があるんですが、この形が全然違うんです。安全な透視器は綺麗な長方形なのに対して、有毒な色味は半球形とか円形。ここまで来るともう言い逃れはできません。これが決定だですね。さて、これで偽物を見分ける方法はバッチリですね。でもスターアニスの物語はまだここで終わりじゃないんです。ここからはこのスパイスが持つもう一つの顔、奇跡の薬へと変身するさらに驚きのストーリーを解き明かしていきましょう。この物語の鍵を握るのが色味酸という分子です。実はこれ本物のスターアニス、つまり透視器の実にめちゃくちゃ高濃度で含まれている天然成分なんです。一見するとただの化学物質の名前ですけど、これが後に世界を救う医薬品の出発点になるわけです。この図が示すのはまさに現代の錬金術ですよ。スターアニスの字から色味酸を取り出して、それをいくつもの複雑な化学反応を経て、最終的に抗インフルエンザ薬タミフルの有効成分オセルタミビルを作り出すんです。ありふれたスパイスが現代医療に欠かせない薬の原料になった歴史的な瞬間ですよね。
じゃあその影響ってどれくらい大きかったのか。この数字が全てを物語っています。90%。鳥インフルエンザや新型インフルエンザの脅威が世界を覆った時、なんと世界中で収穫されるスターニスの9割ですよ。そのほとんどがこのタミフルを作るために製薬会社によって買い占められたんです。まさに世界中のスパイス棚から薬棚への大移動だったわけです。さて、薬としてのすごい役割を見てきましたけど、ここで一度スターアニスの原点に立ち返ってみましょう。つまり、世界の料理の土台としていかにその地位を築いてきたのか、その香りの旅を追いかけてみましょう。スターアニスとよく間違われるスパイスにアニスシードってのがあります。どっちもリコリスみたいな香りがするんですけど、実は全くの別物。スターアニスの方がもっと力強くてピリッとシャープな風味なんです。だからこそ豚の角煮みたいな濃厚な煮込み料理に入れると、他のスパイスには出せない圧倒的な深みと個性を与えてくれるんですね。このたった一つのスパイスが本当に世界中の食文化をつないでるんですよ。ベトナムの方のスープには欠かせない魂だし、中国料理の五香粉ウーシャンフェンの柱でもある。インドのビリヤニなんて香りが強いから鍋に1個入れるだけで十分って言われるくらいです。ヨーロッパでも冬に飲むホットワインとかデザートに使われたりして、世界中で愛されてる魔法の星なんです。結局のところ、スターアニスってこのすごい二面性を持ってるんですよね。猛毒の偽物っていう危険な側面がありつつも、私たちの食卓を豊かにしてくれて、さらにはパンデミックから人類を守る薬の原料にもなる。まさに古代から続く食文化と現代医療の最前線とをつなぐ懸け橋のような存在なんです。いやー、こうして考えてみると面白いですよね。もしかしたら私たちが普段何気なく使ってる他の食材にもこんな壮大なストーリーが隠されてるのかもしれない。次にスパイス棚を開けるとき、ちょっと見方が変わるんじゃないでしょうか。その瓶の中にまだ誰も知らない秘密が眠っているかもしれないなんて思うと、ちょっとワクワクしますよね。